いや、はじめましてですよね、多分話すのは。はじめましてですね。ベインさん、どうも、カフカです。よろしくお願いします。いや、でもお前なんでベインとか呼んでんだよ。ダメだよ。ちゃんと変態野郎とか呼べよ。ド変態野郎の方が良かったですか？そう。いやちょっとね、呼んでる側もちょっとなんか恥ずかしいので、ちょっと。ちょっと声小さいらしい。声小さいっすか？音楽とベインさんの声を同時に学することしかないので、ちょっとどうしようかな。こちらとかね。OK、お願いします。子供いるのかな？いないと思いますけど、いないと思いますけど。いたらそうですね、ここからちょっとセンシティブというか、ね、ちょっと話になってくるんで、ちょっと一旦バックしてもらってっていうことですよね。はい。はい。お願いします。子供は寝る時間だぜ。そうですね、子供は寝る時間です。はい。いきなりパンチが効いてますね。はい。まあいいや、それはそれとして、まあ、一応自己紹介ね。お願いします。これね。まあ一応、まあ最後になってもバラさないと信じてるけどね。分かったそういうあれだったんですよ。わかりました。ちょっとあえて、ド変態野郎さんということで、はい。いきます。はい。はい、どうも。株式会社ドルエロ代表取締役会長およびハイパーエクセレントイケメンエグゼクティブプロデューサー、正解をせよレベル207の魔人四天王の一人、魔人パンバルツです。よろしくお願いします。もうツッコミどころが多すぎてちょっとよろしくお願いします。はい。四天王さん。はい。ちなみに、このパンバルツってわかるんですか？このパンバルツ。なんかネタがあるんですか？ありますよ。いやー、ちょっと私、すいません。未熟なのでわかりません。仕方ねえな、お前。ちょっと。ちょっとレア付きか。パーマルツ、パーってこれだよね。これね。そうですね。これがパーだよね。そうです、パー。違うか。そうです、パーですね。はい。丸ってこれだよね、丸。そうですね。で、小学生かって言いたくなるけど。なるほど、理解しました。はい。そういうネタ？なるほど。そう。はい。ここから話す、俺が話すことは、パマッツのことですね。わかりました。ぜひ語ってください。大丈夫ですか？一応内容は、振り返りのテーマで。真面目なんですか？ギャップがすごい。いや、でも、振り返りと言ってもね、俺のドルフロライフなんてどうでもよくない？いやー、私は別に結構、個人的に聞きたいと思ってますけど、でも皆さん気になるんじゃないですか？わかんないですけど。いや、どうでもいいですよ。話したいことを自由に。いや、何も。それより、豊富ですよ、豊富。どうぞ。ちゃんと考えて、実装したい、機能があるんですよ。これですね。これ知ってるんですよね、みんな。はい、ありますね、これシステム。これ必勝のやつね。そうですね、必勝システムみたいなやつですよね。はい。そう。でも必勝って言ってもね、これ、この部分悩んでないみんな、ここの。2人設置できるのに。2人設置できますね。これ、俺は適当にこの2人ぶち込んだだけなんだからな。なんか、意味深ですね。マジ？意味深に見えますけど、そう。はい。それが問題なんですよ。これどうすればいいのかわからないんだよね。これ、適当にやるとか、ネタで面白いから面白いやつ1で設定するとかいるんだけど。ありますよね。はい。適当すぎるんだよな。で、そのカフカさんにね、はい。一応ぴったりの商品がありますよ。なんか嫌な予感。どういうこと？どういうこと姉、妹？はい。これは、これですね。一応、設定としては、姉と妹姉妹の人形がいてですね。はい。で、この両方を、5番目の、この2人配置できる人。作ると。はい。配置できたら、これですよ。立ち絵が、2人まとめてになるか、何か、スペシャルのスペシャルの立ち絵がいるんですよ。はい。2人配置できれば。で、2人配置したら、スペシャルイチャイチャーと。
ご質問追加してる。あ、それ。なんだろうね。カフカさんじゃないか。八作さんか。八作さんって、あれですよね。女の子と直接絡み合うタイプなんですよね。八作さん。そうなんですかね。そうに決まってるだろ。いやー八作さんの話聞いてないのか。いや、聞いてますけど。金になって、そういうとも話したいとか。ああ、そういうことですね。1対1で。はいはいはい。そう、わかる。一緒に女の子たちと直接絡み合うのがいいってのも、俺もわかるさ。そうだよね。わかるけど、まあやっぱ俺は違うとよね。俺は床になって、女の子たちがキャッカウフしてるところを見ながらただ飲みたいという。まあ、つまりゆりが好きっていうことですか？そういうことですよ、そういうこと。ああ、なるほど。そういう時あるんだよね、カフカさんも。いや、まあ、ちょっと難しい質問ですけど、まあ、はいと答えときます。はいと答えときます。はい。はい。はいはい。そうですね。俺はそういう人たちのために作られた機能と思いました。ああ、なるほど。確かに。だから、2人配置できるということは、この2人がイチャイチャするところが見たいからということですよ。はい。まあ、一理あると思いますよ。はい。そう。で、一応、2人同時に設置したら、どんなボイスが来るのかは考えたんですよ、これは。妄想でってことですか？いや、そういうことです。はい。そう。で、これはどういうことになってるかというと、なんか照れてるとにやけてる文字がいるんだけどね。はい。これは妹の方がパンツ履いてないんですよ、この妹の方が。ちょっと突っ込んだ方がいいんですか、これは。わかりました。履いてないと。はい。で、妹の方がお姉ちゃんに聞くんですよね。はい。で、お姉ちゃんちょっと私のパンツないんだがって、お姉ちゃんに聞いたんですよね。はい。で、お姉ちゃんの方が、ごめん、間違えて、あんたのパンツ履いてしまったわ、みたいなことを言うんですよ。はい。で、お姉ちゃんが、そのままパンツを脱いで、はい、これ、履いたばかりのパンツを妹に渡すんですよ。皆さん分かったと思いますけど、メインさんが、ド変態野郎って呼ばれてるのは、こういう理由ですね。はい。いや、お前。だから最初からド変態野郎呼べって言ってるんだろうが。今からでも変えときましょうか。はい。もうせんだよ。ということで、はい、どうぞ続けてください。はい。そういう、関節パンツですね。関節パンツシチュエーション。が見たいっていう話ですか？そう。はい。尊いですよね。尊いと思わないですか？尊いですよね。尊みが過ぎて天から天使が落ちてしまうぐらいの尊さを感じてるよね。赤さん私ですか？感じてるよね。いや。尊いですね。尊いですね。そうですね。はい。尊いと思います。尊い。で、なんだろうな。なんだろう。新しい実装しなくても別にいいけどね。一応、95式と97式。そうですね、姉妹ですもんね。はい。D11 と HK416 もいるんだしな。はい。ありますよね、そういう。こういう人形に追加しても別にいいと思うよ。俺は。はい。はい。一応、抱負はそれだけです。抱負というか、なんか願望でなってますけど、願いになってますけど。抱負ってそういうものなんじゃないか。そういうことでしときましょう。いや、そういうことです。そういうことですね。そういうことこそ抱負なんですよ。で、この、一応、内容的には、自分が喋りたいこと何でもって書いてるだけで。そうですね。どうぞ。はい、ここからはそれですね。さっきのは喋りたいことじゃなかったんですね。抱負だった。はい、さっきのは抱負。OK です。ここからは、俺が喋りたいことを勝手に喋るだけです。OK です。わかりました。で、これ、書いてるじゃん。4式の魅力を目覚めろと。そうですね。そう。4式のカフカさんは4式ちゃんの魅力に目覚めたんですか？いや、まだちょっと目覚めてないですね。そうですか。いや、じゃあ、俺が教えてやろうか。4式ちゃんの魅力。お願いします。で、ことの始まるはね、なんでこんな話がしたいというと、
ネット友達に、はいはいはい。こんな話もしてるんですよね。ヨンシキちゃんのクリスマスキーいるじゃないですか。あ、いますね。はいはいはい。で、その話をしてて、ヨンシキちゃん可愛いねみたいなと、あいつがまあ普通とか、はいはいはい、グレー言って、俺はブチギレして、ヨンシキちゃんの魅力にあいつに、説明しておいたのですよ。はい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 。で、その最後に、あいつからの返事何言ったかわかるんですか？俺は、これでお前、ヨンシキちゃんの魅力分かってるよなって。ってなって、で、その返事は、分かってるぜ。お前がもう手遅れだってことがよ。それは私も思いましたし、多分コメントの皆さんも思ってると思いますよ。いや、いずれ分かるっすよ、お前ら。いずれ分かりますかね、私にも。そう、俺にはもうレベル200なので、お前たちにはまだまだたどり着けない領域にいるかもしれない。まだそこまでは行ってないと。はいはいはい。だそうです。そう。じゃあ話を始まるか。始まるとすると、ヨンシキちゃんの魅力を語る前に、古来日本人の魅力と美的な心を話さないといけないんですよ。はい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 。なるほど。古来日本人の美的な心。というと？わからないんだ。いや、わかんないっす、わかんないっす。なんだろうあれ。ちょっとこれ、ここか。古来日本人にはね、これ、今でも映してるんだけど、この、雲の隙間に、これってなんて言うんだ？雲の隙間から見える月とか、はいはいはい、この反応隙間から見える太陽の光とかね、はい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 、こういうものに、美的を感じることが多いんだよね。まあまあまあ、それは確かにイメージある、確かに。そうだね。はい。で、この、なんでこの、二つのものを美的だと感じるのは、芸術的に美しいという、ね。はい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 。なるほど。で、このものも同じってこういう書き方なんですか？合ってます合ってます。同じ美しさを秘めているんですよ、この二人には。二人というよりこの、そうですね、二つですね。はいはいはい。はいはいはい。で、ヨンシキちゃんにも、この、雲の隙間から見える月の光と、この葉の隙間から見える太陽の光と同じ魅力を持ってるんですよ。そうなんですか？そうなんですか？そう。で、ヨンシキちゃんの大破画像をお見せしたいんだけど大丈夫ですか？YouTube くんに怒られないかな？大丈夫？そんなエッチなやつですかね？映してみましょう。いや、エッチかどうかは、頭の回転が追いつけるか追いつかないか。わかりました。映してる。じゃあお願いします、とりあえず。なんか警告されたら言います。ちょっと YouTube に注意されたら言います。どうぞ。じゃあ、これぐらいにしましょうか。それぐらいにしますか。はい。これなら、YouTube に見えない的な可能性あるのかな？大丈夫だと思います。知らないですけど。はい。もうやったことがない。はいはいはい。さっき話してたヨンシキちゃん、これ、まあいいや。ヨンシキちゃんの、その、雲の隙間から見える月と、その葉の隙間から見える太陽の光と同じ魅力はどこだと思いますか？そういうことですか？読みましたね。それ私に言わせるんですね。まあ、ベインさんが言いたいのは、まあ多分、あれですよね。いわゆるパンチラみたいな話ですよね。まだまだ甘いんだな、お前は。違うんですか？違うんですか？違う。違うんですか？違うよ、違う。じゃあ何ですか？はいはいはい。答えはね、なんでディスコードになってんだ。答えは、パンツでは合ってるけど、はいはいはい、パンツが見えるだけじゃないんですよ。そうなんですか？そう。つけて見えるからいいんだ。わかりますか？いや、わかんない。すいません、わかんないっす。あんまり。わかんない。やっぱ、
100% のクオリティじゃないと見えないのか、これ。いや、そういうこと、ちょっと、大丈夫かな大丈夫かないや、これ、1秒だけ見せてやるよ。ちょっと多分、ベインさんのレベルがカンストしすぎていて、ちょっと私の、あれ、ちょっとね、私ちょっと始めたばかりのレベルなんで、ちょっとわかんないっすね。はい。マジか、お前。そう、まあ、一応、こんなまで外したのに、お前わかんないの。いや、雲の、はいはいはい、雲の隙間から見える月と、木の葉の隙間から見える太陽の光と、まあ一緒っていう。同じメロディーだ。はいはい。そう、一緒だって言いたいんですよね。つけた服から見える下着と同じものじゃないですか、このはいはいはい。まあ言いたいことはなんかわかります。なんか隠れてるような隠れてないようなのがまあ見えるっていう意味では、まあ確かにまあ似てますけど、まあそこに同じ魅力を感じるかと言われるとちょっと違うんじゃないですか。ちょっと違うんじゃないですか。ちょっとすみません、真面目に言っちゃいますけど、はい。違うということのか、お前は。ちょっとお前にはまだまだ頭が追いつけない。レベルが低かったですね、私の。申し訳ない。そう精進します。頑張ります。はい。そう。これって、お前の頭の中ではパンツはエロいってことから魅力は感じていないんです。みたいだな。あ、そうなんですか？そう。これはエロいんじゃなくて美しいんだよ。はいはいはい、はい。それはポイント。この月と太陽の光のように、このパンツはエロいんじゃなくて、美しいんだよ。なるほど。なるほど。本当に分かってるのかすいません。正直ちょっと、まあ、4分の1くらいですかね。はい。いや、でも、こういうのって思うんですけど、ベインさん。結構、そういうってやっぱ個人の好みがあるじゃないですか、こういう話って。例えばですけど、まあ、私は違いますよ。私は違いますけど、例えば、この4式の大敗の中で、まあ、ベインさんはその下のその今丸つけた部分がって言いますけど、まあ、違う部分に魅力を感じる人ってまあいるってもおかしくないじゃないですか。違う部分に魅力を感じる。この破れた胸からちょっとブラが見えるところとか、そういうも大事ですよね。まあ具体、まあ例えばですけど、まあそういう感じで。なんで、ちょっとね、それはまあ人それぞれだと思いますよ。はい。そうか。いや、でも、これは個人の好みとかじゃなくて、これは古来日本人の美的な心をリスペクトしたい気持ちがそうしたんだよ、これは。ベインさん、いやらしいじゃなくて、まあ、あくまで古来日本人の心と同じだっていうことですか？はいはい、はい。いや、日本人じゃないから、古来日本人の心を持ってません。ですよね。なんかそういうオチですよね。日本人じゃないですよね。インドネシアでしたっけ？確か。馬鹿です、馬鹿。魔人だから。まあ、お前にはまだ、古来日本人のリスペクトが足りないということです、ね。足りなかったですかね。そう。確かに。だからこれはロリコンとか変態とか、エロいとかそういうものじゃないんですよね。これはただ美しいものを美しいと言いたいだけですよ。ということらしいです。はい。ありがとうございます。はい。で、なんだろうな。これ次なんだ。これか。ちょっと待って。最後ですね。はい、ちょっと今、また怪しいのが来ましたけど、はい。これじゃ大丈夫だろう。まあ、とりあえずこれでいきましょう。はい。なんで俺は、もう時間もわずかだしね。もうちょっとで30分じゃない？そうですね。あと3分とか4分ぐらいですかね。じゃあ、締めで、なんで俺パンツの話しかしてないのか、こいつみたいな。そうですね。思いますね。思ってるんですよね。思ってますね。思ってます。いやー、それはね、せっかくカフカさんのラジオに載せてもらってるからね。はい。記憶に残りたいというのもあるんだし、まあ、確かに、インパクト悪ふざけとかもしたいし、はい。まあでも、何よりも、パンツで伝えたいこと、具体的には、ひもパンでしかお伝えできないメッセージがあるんだよ、これは。そうですか。
そうですか。そうそうそう。はい。ちょっと、AS バルのこれ、あれちょっと待って。大丈夫ですか。はい。いいっすよ、ゆっくりで。これか。こっち、これか。これで大丈夫かな。この AS バルちゃんが着ている紐パンって、普通のパンツと何が違うか分かりますか？カプカさん。いやー、ちょっとやっぱりわかんないっすね。なんですか？マジか、お前。紐パンとパンツの見分けもできないのか、お前は。いや、てか注目したことがないんで、そこに。あんまり。はい。いや、なんてかわいそうな人だ、お前。なんか、勝手にかわいそうって言われたよ。それは、まあ、お前がそんな仕方ない人だから、俺から教えてやるよ。そうですね、教えてください、ぜひぜひ。そう。じゃあ、紐パンってのはね、普通のパンツとか違うと、結ばないと使えないんですよね、ちゃんと。はい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 。はい。この結ばないといけない部分があるじゃん。そうですね。紐パンって。おー。そう。だから、つながるってことが大事ですよ。はいはいはい、そうですね。まだわからないですか、俺が言いたいこと。いや、マジで、逆に聞きたいんですけど、コメントの皆さん、今の時点で、あーって分かってるんですかね。めっちゃ気になってるんですけど、私だけがちょっと話に取り残されてるのか、私が異常なのか、私が正常なのか、ちょっと、分からなくなってきたんですけど、感覚が。コメントなら、いやでも、カッカさんのコメントならわからないか。おー、母さんわかりますって言ってるぜ。おー、はさくさんも、やっぱここだといいね。心地いいな、これは。まあ、絶対便乗してるでしょ。すいません、どうぞどうぞ。はい。何が言いたいかっていうと、そう、これ、ベインさんもわかりますって言ってるぜ。わかるます。まあ、何が言いたいというと、紐パンだけじゃなくて、人間にもね、この人類にもつながることが大事ですよ。ほう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 。この人類が。紐パンのように、このコロナの時代だからこそ、我々がつながるってことが大事だと思うんですよ。このリモートで時代だからこそ。それの、メッセージはすごい大切だと思うんですけど、紐パンじゃなくてよくないですか、別に。紐ブラとかでもいいです。いやいやいや、別になんでその下着に限定しなくてよくないですか。いや。そうじゃないと人は見ないんですよね。そうですか。いや、コメント欄一応、どうぞ。はいはい。なんで紐パンじゃなきゃダメっていうことを、このドルフロっていうのは、いっぱいパンツ見れるじゃないですか、このゲームって。まあ、大破とかしたらそうですよね。はい。そうですよね。で、このゲームやるたびにパンツが見えたら、これのことを思い出すんですよ、みんなは。まあ確かに今、ベインさんがこういう話をしたことで、多分そう思う人も確かに、ベインさんこういうこと言ってたなって、世界平和大事だなっていうことは確かに思うかもしれないですね。はい。これでもう俺の任務が達成したんだよ。なるほど。私の配信で言うことで、みんなにその世界平和大切さを、イメージづけるというか、その強調するというかことですね。はい。そう。なるほど。で、お前らの課題としてはそれを思い続けることがお前らの課題だぜ。はい、拍手。ありがとうございました。やだな、なんだお前。感動してます。感動コメント欄、感動しましたって来てますよ。おー、やったぜ。いやー、感動しました、私も。最後のはちょっと分かりました、言いたいこと。お前途中から聞けてないのか、お前ら。最後の部分だけしか思い抜かないの。ちょっと中盤は頑張ってみたんですけど、ちょっとなんか、納得できなかったかもしれないです。けど、最後は、なるほどなっていう、その、ベインさんのやりたいことは分かりました。はい。感動しました。ありがとうございました。まあ一応、紐パンから始める冒険ですよね、今。いずれお前は俺が、この時間で言ってることは全部分かるようになるぜ。そうですね、ちょっと今、レベルが自分足りてないので、ちょっとこれから頑張ってレベリングして、いつの日かですね、ベイン師匠のようにですね、こういうカードをね、語れるようになったら、
分かるようになったらいいなと思います。はい。だぜ、俺は、お前もいつか俺のこういうレベルになりたいぜ。そうですね、いつか頑張ってたどり着けるようになります。ということで、大丈夫ですかね。すいません。はい、すいません。たくさん性癖を語っていただいてありがとうございました。そう